おはようございます。たかしです。本日は12月23日金曜日、ただいま10時11分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしも陰線なんですが、ここ連続で3日間陰線。ただ下髭もつけてますので、なんとなく底堅い印象は受けます。ストキャスティクスは安値圏にありますので、いつ反発してもおかしくない状態。過去のこの安値圏、こことかここですね。ここからのゴールデンクロスからの上昇はここになりますので、比較的大きめの値幅の上昇になる可能性を考えておきたいです。ただ今すぐ反発してくるのかというと、MACD がかなり弱いですので、今すぐの反発というよりももう少し時間をかけてからの反発、もしくはもう一度下攻めしてからの反発上昇というところを見ておきたいですね。基本的には上がったところは売られやすい地合いではあるんですが、今はまだもう少し調整の上昇をしてほしい、それを待ちたいとは思ってます。ただやはり上値が重いのも事実ですので、短くトレードする場合、5分足とかそれ以下の足でトレードする場合は、少し上がったところで短く売っていくっていうのもありかもしれませんが、1時間足や4時間足以上でトレードをする場合ですと、もう少し待ちたいですね。もうちょっと上昇するのを待ってからの戻り売りポイントっていうのを探しておくのがいいと思います。ただ今は流動性が下がってきてますので、さほど大きく動くとも考えにくいので、なおかつ乱高下をしやすい、上がったり下がったりっていうことが起こりやすくなってきているので、その辺も注意して無理なトレードはしないというところに徹するのがいいと思います。では4時間足です。4時間足にはこの高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。その 23.6% 付近まで一度戻したんですが、そこからの再下落。で、ここでダブルボトムになって上昇するのかというところ。ストキャスティクスは今安値圏からゴールデンクロスをしてますが、過去のこの動きを見てますとだんだんと高値を切り下げてきてますので、このまま上昇してもまた再びこの辺付近で折れて下向きになるということも考えられますので、そうなると上がったところはすぐ売られやすいのかもしれないなと。それは日足の MACD が弱いので仕方がないことですが、今はもう少しこの辺で値固めしてからの上昇、もし上昇するのであればもう少し値固めが必要なのかなと思います。ただ MACD は結構強くなってきてますね。ヒストグラム自体は上向きにはなってますので、やはり買い圧力も一定程度あるというところで、下がったら買われるし上がったら売られるしっていう、そういう動きですね。ただ昨日はやはりもう少しポンドが弱かったので全体的には下落してきてます。本日はここでダブルボトムをつけるかどうかですが、ずっと高値を切り下げてきてますので、もう一段ここからの下落になるということも考えられますので、その辺に注意してトレードしていく必要がありますね。上昇してきた場合のターゲットは一旦ここですね。一旦の高値、一度高値をつけたここ161円ぐらい、そしてそこを上抜けてくると一旦この白ゾーンに突っ込んできますので、ここは上値が重くなってくると思います。ここを上抜けても次は 38.2%、162.6 付近、ここがフィボナッチリトレースメントの 38.2% になってきますので、この辺付近、上がってもこの辺付近までかなと、今のところはそう見えます。次は1時間足です。1時間足はこの黄色のエリオット波動をイメージしてまして、あまり綺麗じゃないんですが、ここを5波と仮定しますと、ここからの今修正波に入るところ、修正波ですので上昇の波ですね、A、B、C なのかなと。今 B 波がここで終わりなのであれば、ここから C 波が出ますし、もう一段下落するようですと5波がまだ継続していたとも考えられますので、その辺を見極めていく必要があるのかなと思ってます。現在はここでダブルボトムで少し上昇しそうな、今この直近の動きを見てますと下髭を出して上昇しそうにも見えてきますが、まだ GMMA の下にありますので、ここから上昇するというよりは一旦 GMMA を上抜けてきて、そこから GMMA 付近で定着するのを待ちたいところですね。基本的にはここのところこの GMMA に接触して下落、接触して下落とはなってきてます。ただ下落の幅もさほど大きくありませんので、反発したいという力がすごく強くかかっているのもわかりますので、今はここを上抜けられるかどうか、そして今 GMMA に接触してますので、ここでのもう一段安になるのかというところですね。もしここからこの直近の高値を上抜けてくるようですと、ここ安値を切り上げることになりますので、そうすると上昇しやすい形にはなってくると思いますので、まずはここの高値を超えられるか、160円付近ですね、ここを超えてこられるかどうかっていうところ、その後は GMMA にサポートされるかどうかというところを注目しながら、ロングエントリーをする場合はその辺を考えていくのがいいと思います。で、逆にショートエントリーの場合はこの GMMA 接触したところですので、現在地から下落するかどうかっていうところを見ていきたいのですが、ストキャスティクスまだもう少し上昇余地があるので、この感じですとここを上抜けてくるんだろうなとは考えられます。
ます。基本的には全体的に戻り売りなんですが、今1時間足単位ではそろそろトレンド転換が起こりそうというところですので、一旦の上昇を待ちたいところ、そして上昇したところでは次4時間足単位での下落の波っていうのを見ていきたいですね。どちらにしても結構分かりにくい動きをしていると思いますので、無理なトレードはせずに分かりやすいところに来れば短くトレードしていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。本日は以上です。この動画が良かったら高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを向上させたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。自分のトレードに根拠が少ないと感じる方、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。